清春チャンネルです。今回の清春チャンネルは三菱の管理機 MSD27 マイミニオレスターの後編です。友達が家庭菜園用にしようとジャンク品の管理機をもらったけど治るかなと持ってきました。前編をご覧の方はお分かりだと思いますが、キャブレターを手洗いに分解したことで痛い目に遭い、最終的にはスクラップからキャブをもらってやっとのことでエンジン始動ができました。今回はロータリーのチェーンケースのオイル漏れと劣化でガソリンの漏れるガソリンタンクを直していきます。私は整備の学校も免許も持っていない趣味で機械いじりが好きなただの田舎の親父です。どうかそのつもりでご覧ください。画面はロータリーを外した車体が安定が悪くて作業台の上では落下しそうなので吊るして地面に下ろしています。ご覧のようにチェーンケースからはかなりのオイル漏れが見られます。オイルパンの中に溜まっているのはこのチェーンケースに入っていたオイルです。かなり乳化が見られ水と混じったのではないかと思われます。とは言ってもこの車体はエンジンがかからなかったのでオイルがこんなに乳化しているのが腑に落ちませんでしたが修理を進めます。ご覧のようにところどころパッキンシートが剥がれています。サビを1000番の耐水性のサンドペーパーで落とします。
ベアリングは右はご覧のように良かったのですが、左側は少し音がします。今回はこのままにしておきます。チェーンケースのケースをもう一度合わせて隙間を調べています。今入ったのは 0.05 ミリです。0.1 ミリもすんなり入ってきます。0.3 ミリは入っていきませんでした。この敷いてある鉄は正確なものではありませんが、先ほどと同じように 0.3 ミリは通りませんが 0.1 ミリは通っていきます。それを金槌を使って平らにしようと叩いてみます。そしてもう一度組み合わせてみると 0.2 ミリも入りません。多分 0.1 ミリぐらいの隙間が空いています。それでこのくらいならば厚手のガスケットシートを入れて締め上げれば止まるだろうと 0.6 ミリのガスケットシートを入れてみました。一晩放置して次の日観察してみるとオイルが落ちていました。オイルを入れる穴から空気を入れてみるとご覧のようにシートからにじみ出てきます。これは私の素人の推測ですが、このオイルのドレンナットを溶接した時に熱で歪みができたようです。今考えてみるとオイルを通したシートにはガスケットシートと書いていました。ガスケットシートでは液体を通すのかもしれませんね。仕方なく15、16年前に買った液体ガスケットというやつを塗って効果を試してみました。劣化でキャップからは押し出せず、胴体を切って押し出しています。我ながら汚い仕上がりの仕事です。一晩オイルを入れて様子を見たのですが漏れていません。圧縮空気も入れたのですが大丈夫でした。チェーンケースの修理が終わり、今度は劣化で割れたガソリンタンクを YouTube の
見よう見まねで電気ゴテでプラスチックを焼いて穴を塞ぐ手段を試してみました。ところが劣化が激しいところはあちこちにひび割れがあり、ご覧の通り黒くなるほど焼いたのですが、やはり止められませんでした。今タンクに入っているのは水です。次は FRP の補修材で固めてみました。2日ほど乾燥させて水は漏れなかったのですが、ガソリンを入れると FRP の補修材が溶け始めました。次はどうしよう。田植え機のタンクがあるのでそれを移植するかと考えながらオークションを見ていたら、たった一つだけ同型のタンクがあったのです。早速落札しました。すべての部品が手に入り、錆だらけの車体をきれいにしようとがぜん気合が入りました。このワックスオフはジムニーをタカラ塗装の水性ペイントで塗った時の残り物です。この管理機は4サイクルなので2サイクルエンジンほどカーボンは溜まっていなかったのですが、一応焼いてカーボンを取っておきました。何度かエンジンをかけていると突然スターターの紐がプチッと切れてしまいました。このキャブは芝浦のエンジンから移植したものです。ガバナスプリングはネットで注文したのですが、思っていたより大きいものが届いてしまいました。カットしてサイズを合わせています。初っ端に車体を倒してしまい、エアクリーナーケースを割ってしまいましたが、なんとか補修材が効いたようです。
走行用のチェーンケースを外して塗装しようとしたのですが、取り付けのボルトが錆びていて無理をすると折れそうだったのでそのままにしました。こうしてみるとここも塗装したかったですね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねをお願いします。では次回の清春チャンネルをお楽しみに。